んにちは、せいかです。今日は2025年12月24日の水曜日です。クリスマスイブですね。皆さんは何をしていますか？今 YouTube で動画を見てくださっている方はわかると思うんですけど、ちょっとクリスマスっぽくしてみました。私の目の前にサンタさんを置いたりとか、あとはマイクの台の中にライトを入れてみました。なんかすごくないですか？綺麗だなと思ってやってみました。ということで、クリスマスが終わったら日本は年末モードに入ります。年末、一年の終わりのことです。年末といえば大掃除ですね。大掃除というのはいつもよりも一生懸命家の中を掃除することです。一年の汚れを全部落として綺麗な状態で新しい年を迎えるということですね。大切ですよね。で、私は今年の4月から今の家に住んでいます。今年の4月にこの家に引っ越してきました。なので大掃除は初めてですね。この1年はそうですね、あっという間に過ぎてしまったんですけど、思い返してみたらいろいろありましたね。特に私はフリーランスなので、この家で過ごした時間はすごい長かったですね。レッスンをしたり、このように動画を撮ったり、あとはダラダラしたりご飯を食べたり、全部この家でしました。なので一生懸命掃除をしようと思います。今回のポッドキャストは今年最後のポッドキャストになります。2025年最後のポッドキャストですね。なので私が話したいトピックについて自由に話していこうと思います。なので皆さんもなんかリラックスしながら、それこそ掃除とかしながら、なんとなく聞いて楽しんでいただけたら嬉しいです。ということで自由に話していきますね。まずですね、話したいトピックは占いです。占い。皆さんは占いが好きですか？占いといってもいろいろありますよね。なんかテレビでやってる毎日の占いもあれば、雑誌とかに載ってる1ヶ月分の占いもあれば、あとは占いの本とかも売ってますよね。そしてもちろん占いのお店もあります。皆さんはどんな占いをよく見ますか？そして占いを信じていますか？私はですね、信じています。今は。今は信じています。特に今年は占いにすごく助けられたなぁと感じています。なので、最初のトピックとして話すことにしました。私はですね、2年前までは基本的に占いを信じないタイプだったんですよ。占いを信じませんでしたね。なので、占いのお店は行かなかったですし、占いの本も買わなかったですし、全然信じてなかったんですよね。ただ、ネットとかで無料で見れる占いは面白かったので、見て、当たってるとか言って友達と話したりとか、そんな風になんとなく楽しんだりはしてたんですけど、さっきも言ったみたいに、占いのお店に行ってお金を払って占ってもらうっていうことは全然しなかったです。というか、したいと思わなかったんですよ。なんというか、私は仕事においても、普通の生活、人生においても、目標が大きめのタイプなんですよね。仕事かな？わかりやすく言うと、例えば、大きい家に住みたいとか、それが私の目標ではないんですけど、そういう目標ってあるじゃないですか。それが、すごく大きいタイプなんですよ。夢を見るタイプですね。現実主義の反対ですね。なので、占いに行って何かを相談して、
で、占い師さんに、それは叶えることは難しいよとか、あなたには叶えられないよとか言われたら、イライラしちゃうなって思ったんですよ。その時は。たとえ、その目標が叶わないとしても、やる前に諦めるっていうのが、私にはできなかったんですよね。で、さっき2年前って言ったんですけど、その2年前までは、まだやれてないけど、やりたいみたいなことがたくさんあるっていう状況だったので、そんなことを言われるのではないかと思って行かなかったんですよ。はい、そんなことがありましたね。2年ぐらい前の話ですね。はい。占いを全然信じていませんでした。でですね、ちょっと面白いんですけど、日本では20代半ばぐらいに占いが流行るんです。はい。20代半ば。なので、25歳から27歳ぐらいですかね。その時期、特に女の人は結構みんな占いに行くんですよ。はい。皆さんの国でもそうですか？ 20 代半ばの女性は占いによく行きますか？私の周りだけなんですかね。でもよくあることって聞くんですよね。20代半ばで占いが流行るというか、みんな占いによく行くみたいなことをよく聞くんですけど、私の周りもそうだったんですよ。はい。なので、友達にめちゃくちゃ誘われました。一人の友達に誘われたとかじゃなくて、何人もの友達に誘われたんですよね。すごく有名な当たる占いがあるから一緒に行かないって誘われたりとか、あとは週末、占いに行ってからご飯食べに行かないって誘われたりとかしましたね。はい。そのぐらいみんなが占いに興味があったので、久しぶりに友達と集まってご飯を食べていると、占いの話がよく出ていました。でもその時期、私は行かなかったんで占いは行かないっていうのを貫いてたんですね。その考えを変えませんでした。はい。なので、友達は誘ってくれたんだけど、その誘いを全部断って、みんなが占いに行って、いろいろ楽しそうに話していた時は本当に一回も行きませんでしたね。はい。でもですね、2年前ぐらいになんとなく占いに行きたいって思って行ったんですよ。で、その時はもう私の周りでは占いのブームは終わってたので、全然一緒に行ってくれる人がいなくて一生懸命探して一人一緒に行ってくれる友達がいたので、その子と一緒に行ってきたんですけど、その時はなんとなく終わったんですよね。占い師さんがいろいろなことを言ってくれたんですけど、当たってることもあるし、その言葉って誰にでも言えるよなっていうそういうことを言われたりもして、はい、なんとなく終わったんですよね。別に嫌な気持ちになったりとかもなければ、占い最高って思うこともなくて、なので、良くもなく悪くもなくみたいな感じで終わりました。はい、それが2年前ですね。で、そこから1年ぐらい経った時に、急に仕事もそうだし、その生活、人生もそうだし、自分が何をしたいのかわからなくなった時期があって、で、その時に占いに行かないとって思ったんですよね。はい。今から1年前ぐらいですね。で、その時占いに行ったら、それがすっごく良かったんですよ。多分占いって自分が必要だって思う時に行くと、すごく効果があるのかなって思いました。これは私の考えなんですけど、はい。なんとなく人生を良くしたいとか、人生を失敗したくないから、占いに行って先にいろいろなことを知りたいとか、そういうのも大切だとは思うんですけど、私にとってはそういう時行っても何も響かなくて、はい、そういう時に行くんじゃなくて、やるだけやったけど、うまくいかないこともあって、すごい今どうしたらいいかわからないから、誰かにアドバイスしてほしい、みたいな時に行くと、私には響くんだなって思いました。
私の場合ですね。皆さんはどうですか？どんな時に占いに行きますかね？はい。私の場合はそうだったんですよね。不思議ですよね。2年前までは占いにいろいろ決められたくないとか言ってたのに、なんかその1年前に行った時は、占いで言われた言葉がスッと自分の中に入ってきたんですよ。大人になったみたいな感じですかね。まあいいように考えるとそうなのかもしれないですし、悪いように考えると、なんかこう、自分の限界が分かってしまったみたいな、多分そんな感じなんですよね。だから私はもともと、大きく夢を見るタイプで、夢があるから、モチベーションがあるから頑張れるっていう、そういうタイプなんですけど、一生懸命やってきて、なんとなくここまでしかいけないのかなっていう限界が見えてしまったから、仕事にもそうですし、普通に生活しててもそうですし、なんとなくやる気が出ないというか、モチベーションがないみたいに多分思っちゃったんですよね。なので、そんな時に占いに行って、アドバイスをしてもらうと、スッと、あ、この言葉が欲しかった、みたいな。そんな感じで受け入れることができたのかなって思いました。まあ、とにかく、占いに行って、で、ポジティブに物事を捉えられるようになったんですよね。物事を捉えるっていうのは、物事を考えて理解するっていうことですよね。で、物事をポジティブに捉えられるようになって、いい感じで仕事とか、生活、人生に向き合うことができたっていう感じですね。はい。1年前から今日まで何回か行ったんですよね。はい。まあ私は自分の考えがすっごく強めなタイプなので、占いでいろんなことを言われるんですけど、言われたことすべてを信じるわけではないんですよ。だからそれはできないんですよね。すべてを信じるかって言われたら、そうではないんですけど、言われたことの中から自分にすごく響いたこととか、はい。自分にとっていい部分だけを選んで、次の日からの頑張る力にしていたんじゃないかなって思います。はい、ということで、今年と言ったら、やっぱり占いっていうのが、すごく私の中で大きいキーワードだったので、はい、こうやって話してみました。皆さんの国にも、占いってありますか？きっとあるとは思うんですけど、日本とスタイルが違かったりするんですかね？ぜひ、機会があったら体験してみたいですね。はい。ああ、いいですね。他の国で占ってもらうのも楽しそうですね。はい。思ったより占いについて長く話しちゃったんですけど、私もう一個話したいトピックがあります。はい。年末に話す話かどうかはちょっとわからないんですけど、まあ今日は2025年の最後だから自分が話したいことを話すっていうことなので、まあいいということで次のトピックに行きますね。次のトピックは MBTI です。はい。MBTI 診断。皆さんは MBTI を知っていますか？性格診断ですね。ウェブサイトがあって、そのサイトに入って、たくさんの質問に答えると、自分の MBTI がわかるんですよ。アルファベット4文字で出てきます。A, B, C, D みたいな感じで、アルファベット4文字で結果が出ます。はい。で、MBTI はですね、日本では2年前ぐらいから流行り始めた気がしますね。うん。その前から、もちろん他の国ではもう流行っていたのかもしれないんですけど、日本ではみんなが知っているっていうものではなかったんですよ。でも、今ではほとんどの人が知ってると思います。30代ぐらいまでの人だったら MBTI が何かっていうことはみんな知ってると思います。はい。私は韓国に興味があって、韓国人の友達もいるし、学生さんの中には、韓国の方もいるので、日本で流行る前から MBTI のことは知っていて、で、自分でも診断してみたりしてたんですよね。で、韓国はもう MBTI が流行ってた時って、コンテンツもたく
くさん出ていたじゃないですか。なんか YouTube のショート動画とか、あとは YouTube の長い動画とかもそうですし、なんか Instagram の投稿とかでも MBTI っていう言葉をよく見た気がします。T と F の違いとか、面白くてよく見ていました。ちなみに私はどっちだと思いますか？ T と F。MBTI をあまり知らない人にとってはちょっとよくわからない質問だと思うんですけど、はい、私は T です。すっごく T です。はい。まあそれは置いといて、まだ日本で MBTI が流行っていなかった時期に、日本人の友達とかに MBTI って知ってるって聞いたら、本当にみんな知らなかったんですよ。韓国に興味がある人だけ知っているみたいな状況でしたね。なので、普通に友達とご飯を食べている時とか、何人かで集まって話している時に、MBTI の話になるっていう状況はあんまりなかったんです。なんだろう、その時は、似ているものといえば、血液型でしたね。A 型、B 型、O 型、AB 型、血液型ですね。なんだろうな、話している中で、あの人はやっぱり O 型っぽいよね、みたいな感じで、血液型と性格を結びつけて話すっていうことは多くありましたね。はい。ちなみに私は O 型です。私、父も母も O 型なので、確か絶対に O 型なんですよね。O 型と O 型から生まれる子供は O 型なのかな。なので私は妹が2人いるんですけど、みんな O 型ですね。O 型の家族です。はい。まあそれは置いといて、なのでその時、3年前ぐらいですかね。MBTI は韓国ではすっごく流行っていたんですけど、まだ日本ではあんまり知られていないっていう感じだったんですよ。でも2年前ぐらいに急に日本でもめちゃくちゃ流行ったんですよ。面白かったです。はい。で、どん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 コンテンツもできていって、みんなに知られていって、SNS のプロフィールに MBTI を書く人とかも出てきて、で、友達とご飯を食べている時にもよく出るトピックになりました。ただですね、ここが面白いポイントなんですけど、これを話したくて、今日 MBTI の話を持ってきたんですけど、本当に MBTI について知らない方は本当にすいません。はい。ぜひ、興味が出たら、後で調べてみてください。まあ、今日はちょっと思うままに自由に話させていただきます。はい。で、面白いポイントについてなんですけど、韓国の人って MBTI をアルファベット4文字で言うじゃないですか。例えば A, B, C, D みたいな感じで、アルファベット4文字で言うんですけど、でも日本人は、その MBTI の名前を言う人が多いんですよ。アルファベットじゃなくて、その名前ですね。例えば、私の MBTI は INTJ なんですよね。で、INTJ って名前が建築家なんですよ。なので、韓国の人は INTJ というこのアルファベットを使った言い方を使っていて、で、日本人は建築家っていうその名前の方を使うっていう感じなんですよね。面白くないですか？なんでそこが違うんだろうって思いながら面白いなって思ったので、今日ラジオで話してみました。もちろん日本人の中にもアルファベットを使って言う人もいるんですけど、でも私の体感ではその名前を使って言う人の方が多いなって思います。体感っていうのは私が感じること、私が実際に友達とかと話してて感じることですね。はい。なので私はですね、韓国の友達に MBTI を聞かれた時には、私は INTJ だよって答えて、日本の友達に MBTI を聞かれた時には、私は建築家だよって答えてます。建築家だよってちょっと面白いですよね。はい。そんな風に答えてます。私は、日本で流行る前から MBTI の話をよく学生さんとかに聞いたりしてたので、
アルファベットの方に慣れてるんですよね。なので、日本人の友達と MBTI について話しているときに、私は擁護者なんだよね、とか、私は主人公なんだよね、とか言われたら、その度にスマホで擁護者 MBTI とか、主人公 MBTI みたいな感じで調べてます。はい。面白い状況ですよね。うん。そして韓国の人って、その MBTI のアルファベットが4つあるんですけど、そのアルファベット1文字ずつの意味がわかる人が多いじゃないですか。例えば、MBTI の最初の文字は E か I なんですけど、E の人は外からエネルギーを得る人。で、I の人は内から、中からエネルギーを得る人みたいな、そんな意味を一つ一つ把握していますよね。一つ一つを分かっている方が多いですよね。で、その4文字が揃った時に、その人がどんな性格なのかが分かるっていう、そんな把握の仕方をしているイメージがあります。なので、私も勉強したんです。韓国人の学生さんから MBTI の話をたくさん聞いていたときは、私もその MBTI の意味がわかるようにちょっと勉強したりしたんですね。なので今は全部わかります。はい。でも、私の周りの友達は、そういう把握の仕方をしてないんですよね。じゃあどういうふうに把握してるかというと、建築家イコールこういう性格みたいな感じで把握してるんですよ。なので暗記ですよね。覚える感じです。主人公イコールこういう性格、擁護者イコールこういう性格みたいな感じです。ということで私は一番最初は韓国のスタイルで MBTI について知っていったので、その日本のスタイルに慣れてなくて、暗記ができてないので、はい。日本の友達と MBTI の話をするときは、常に、いつもですね、常にスマホで調べながら話についていっています。はい。最初は思ったんですよ。MBTI が2年前ぐらいに日本でバッて流行った時に、私はもうよく知ってるから、みんなにいろいろ教えてあげれるみたいなことを思ったんですけど、いざ話し始めてみたら、なんかこう、言い方も違うし、把握の仕方も違うし、私が一番知らない人みたいな感じになっちゃったんですよね。はい。なので、ちょっと残念だなとか思いながら、面白いなって思ったので、ちょっとシェアしてみました。はい。なんか、同じことについて話しているのに、ちょっとこう、なんかが違うみたいな、はい。そういうのが面白いなって思います。日本と韓国って結構、そういうのがあるんですよね。はい。ということで、私はどうしても韓国と日本に、すごくこう関わりがあるので、その2つの国の違いを感じたっていう話を今日したんですけど、他の国だと MBTI ってどうなんですか？知られてますかね？そして、もし知られているとしたらどんな風に把握してますか？ぜひ教えてください。はい、ということで、今日はですね、2025年最後のラジオということで、自由に話してみました。自由に話してみたら、占いと MBTI の話になりましたね。はい、楽しかったです。私は楽しかったですが、皆さんいかがでしたか？何かトピックのリクエストとかがあれば、いつでも教えてください。はい、そして私は YouTube のメンバーシップもやっています。初級の人には Vlog で勉強できるような動画、そして中級以上の方にはタメ口の動画、そしてゲームの動画をアップしています。YouTube のメンバーシップを始めたのが今年の2月だったので、もうすぐ1年になりますね。なので少しずつ動画も増えてきて、たくさん見れるものがあるので、ぜひ興味がある方はちょっと覗いて見ていただけると嬉しいです。はい。そして YouTube 以外にも CIJ というウェブサイトにも
動画をアップしています。はい、CIJ は本当に効果があるなって最近特に実感しているので、本当におすすめです。はい。今の勉強の仕方がなんとなく違う気がするとか、なんかもうちょっと新しい方法を試してみたいとか、教科書で一生懸命勉強してきたけど、もっと自然な日本語が話せるように何かトレーニングをしたいとか、そういうことを思っている方はぜひCIJ チェックしてみてください。はい、CIJ の YouTube チャンネルもあって、そのチャンネルに行くと無料でたくさん動画が見れるようになってます。なので、その動画を見て、もし気に入っていただけて、もっと見たいって思ったら、サイトに登録したらいいと思います。はい。無料で見れるものもたくさんあるので、ちょっと気になる方はぜひ見てみるところからやってみてください。新しい年になりますし、新しいスタートということで、はい、いい機会なんじゃないかなと思います。私もですね、来年はその CI っていうコンプリヘンシブルインプットですね。CI を使って、もうすいません、毎年言ってるんですけど、英語の勉強今年もちょっとできたとは全然言えない感じなので、来年はその CI の方法を使って英語をですね、勉強してみようかなと思ってます。なのでぜひ一緒に頑張りましょう。はい。ということで、今年も1年間ポッドキャストを聞いてくださって、そしてコンテンツを見てくださってありがとうございました。来年も引き続き頑張っていく予定なので、ぜひ見ていただけたら嬉しいです。それでは皆さん、素敵なクリスマスと年末をお過ごしください。今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また来年、2026年にお会いしましょう。さよなら。